はい、皆さんこんにちは。今回の解説へようこそ。早速ですが、台湾市場への進出を狙っている化粧品ブランドの皆さんにとって絶対に避けて通れない、ちょっと厄介だけど超重要なテーマ PIF、つまり製品情報ファイルについてお話ししていきます。今回は特にその中でもハードルになりがちな身分潰し試験のロードマップにフォーカスしていきますよ。複雑なルールもこの解説スライドですっきり紐解いていくので、一緒にコンプライアンス達成への道をクリアにしていきましょう。で、いざ台湾へってなった時に、日本のメーカーさんが必ずと言っていいほどぶつかる壁があるんです。それが台湾の PIF 対応水物試験って、そもそもどこから手をつければいいのっていう疑問なんですよね。水物の汚染って単に製品が劣化するってだけじゃなくて、消費者の安全を直接脅かすめちゃくちゃシビアなリスクなんです。ここをクリアしない限り台湾での販売はありえません。じゃあ具体的にどう動けばいいのか、一緒に見ていきましょう。はい、今日のアジェンダはこちらです。サクッと読み上げますね。1、台湾ピフと微生物リスク。2、製品のリスク分類と評価。3、微生物試験の実施基準。4、防腐効力試験の要件。5、汚染リスクと品質管理。最後に6、ピフコンプライアンスの達成という流れで進めていきます。というわけで早速最初のセクション、台湾 PI 兵と微生物リスクから見ていきましょう。台湾の PFF 規制って本当に厳しいんですよ。市場に出る前に製品の安全性を絶対に証明しなきゃいけないんです。曖昧なごまかしは一切通用しません。消費者への感染症とか製品の腐敗を防ぐために徹底的な微生物管理が求められているんですね。これ単なる書類の穴埋め作業かと思ったら大間違いです。やばいバクテリアが製品に潜んでいないことを確実に証明して、皆さんのブランドの信頼を守り抜くための絶対的なベースラインなんです。じゃあ次にセクション2、製品のリスク分類と評価に入ります。ここでちょっとストップです。製品ができたからっていきなり試験ラボに送りつけないでくださいね。その前にやるべきすごく重要なステップがあるんです。それが製品を3つのリスクレベルに分類すること。台湾 FDA のガイドラインによると、これをするだけで時間とコストをぐっと節約できるかもしれないんですよ。ステップ1は低リスクで、なんと試験免除のチャンスがあります。ステップ2は使い切りまたはエアレス容器でミクロビオ検査のみ。そしてステップ3が標準的な製品で、ミクロビオ検査と防腐効力試験両方が必要になってきます。で、ここで皆さんが気になるのはやっぱり低リスクの定義ですよね。これアルコールが 20% 以上入っているとか、有機溶剤がたっぷり含まれているとか、極端な pH 値を持つ製品なんかが当てはまります。つまりそもそも微生物が生きていけないような過酷な環境の製品ってことですね。もし皆さんの製品がこのドンピシャの条件を満たしていれば、安全性評価者、いわゆるセーフティーアッセッサーがこれは大丈夫って理由付けをしてくれることで、試験そのものをスルーできるんです。これ知っておくとかなり大きいですよね。さて次はセクション3、微生物試験の実施基準に進みましょう。ここからが本番です。免除されなかった標準的な製品にはどれくらい厳しい基準が待っているのか。スライドの数字を見てみてください。ISO17516 や台湾の規制で決まってるんですが、3歳以下の赤ちゃん用とか目の周り、粘膜に触れるようなデリケートな製品は 1g あたり 100CFU 未満、それ以外の一般的な製品でも 1000CFU 未満に抑えないといけないんですが、これだけでもかなりシビアなんですが、右側の列見てください。特定の病原菌についてはどんな製品であってもゼロトレランス、つまり一匹たりとも絶対に許さないっていう超厳しいルールなんです。今画面に映っているのが台湾当局が公式に出している化粧品微生物4許量基準表です。最終的に PIF の書類を作るときには、皆さんの製品がこの公式テーブルの法的リミットを完璧にクリアしていることを揺るぎないデータとしてバシッと提示しなきゃいけません。さっきゼロトレランスって言いましたけど、具体的に絶対に本当に絶対検出されちゃダメなやつらがこの4つです。大腸菌、緑膿菌、黄色ブドウ球菌、それに白白念珠菌、カンジダ菌ですね。これらがほんのわずかでも、ほんの一滴でも見つかったら、その製品は一発でアウト、即不合格です。台湾市場がどれだけ本気で安全性を求めているかよくわかりますよね。それではセクション4、防腐効力試験の要件を見ていきましょうか。初期テストをクリアしてやったーって思うじゃないですか。でもまだです。消費者が毎日蓋を開け閉めして使い続ける中で、本当に製品は安全なままなのか。その究極のテストが防腐効力試験、
よくチャレンジテストって呼ばれるやつですね。これ ISO11930 なんかの基準を使って製品の成分が時間の経過とともにどれだけ抗菌力を保てるかをチェックするんです。消費者が指でクリームをすくったりした時に入り込むバクテリアを製品自体が自力で撃退できることを証明しなきゃいけないんですよ。ただ、防腐システムを作るときにすっごく気をつけてほしいことがあります。コストを下げたいからってトリクロ酸みたいな規制されてる毒性の強い化学物質に頼るようなショートカット、これ絶対やめてくださいね。資料にもはっきり書かれていますが、こういった成分は内分泌系を乱したり、環境に悪影響を与えたり、肌への刺激が強すぎたりとリスクだらけなんです。ちゃんと安全性が証明された防腐成分を使うこと、それが結局のところ PIF 対応を最速で終わらせる一番の近道なんです。はい、次はセクション5、汚染リスクと品質管理にシフトしますよ。ここで大事なポイントなんですが、ラボでの試験結果って実は製造現場での日々の努力の答え合わせに過ぎないんです。汚染リスクをずっと抑え続けるには工場全体での品質管理が絶対に必要になってきます。じゃあ具体的に何をすればいいのってことなんですが、 ISO22716 に基づいた GMP をしっかり守る、工場を衛生的に保てる設計にする、検証済みの防腐システムを使う、そして何より徹底的に厳しい原料評価を行うこと、これが必須のチェックリストになります。なんでそこまで原料を気にしなきゃいけないのかって思いませんか？実は微生物汚染の根本的な原因ってほとんどがこの原料の段階から入り込んでるからなんです。特にお水とかタンパク質がたっぷり入った成分、動物植物由来の原料なんかは微生物からしたらもう最高のパラダイスみたいな環境なんですよ。だから製造の一番最初、原料の段階でガチガチの品質管理をやっておかないと、製品を作る前にすでにゲームオーバーになっちゃってるかもしれないんです。さあ、いよいよ最後のセクションです。セクション6、PIF コンプライアンスの達成。ここまで集めてきた試験データをどうやって公式な PIF としてまとめていくのか。流れはシンプルに3つのステップです。まずステップ1、テストをやってさっき見た厳しい限界値をちゃんとクリアできてるか確認する。次にステップ2、資格を持ったプロ、安全性評価者がそのデータを隅々までレビューしてバシッと公式なサインをします。最後にステップ3、そのサイン入りのデータを最終的な PIF 安全性評価報告書にしっかりと統合する。これでコンプリートです。ここで皆さんにぜひ覚えておいてほしい一言があります。PIF の微生物試験をパスすることは単なるお役所向けの書類仕事なんかじゃない。それは消費者の安全性と信頼に対する企業としての根本的なコミットメントである。どうですか？台湾のルールがここまで厳しいのって結局のところ本当に消費者を守りたいっていう強い思いの裏返しなんですよね。さあ最後になりますが、皆さんの胸に手を当ててちょっと考えてみてください。台湾市場が突きつけてくるこのめちゃくちゃ高い安全基準、あなたのブランドはこれをクリアする覚悟と準備できていますか？今日お話ししたロードマップや品質管理の感情をしっかり落とし込んで、ぜひ自信を持って台湾市場へ乗り込んでいってください。この解説スライドが皆さんの PIF コンプライアンス達成への強力な武器になることを確信しています。それじゃあまた次回の解説でお会いしましょう。